それでは行ってきます。行くぞ。あ、恥ずかしい。はい、皆さんこんにちは、せんちゃんです。今日もまたまたラーメンツーリングでございます。最近ラーメンツーリング多めです。そして今回向かうのは伊豆ですね。伊豆にあるラーメン屋さんに向かいます。YouTube とか Instagram で結構私はね、おすすめのラーメン屋さんをみんなに聞いてるんですけど、そこですごくね、コメントが多かったのが一匹のクジラさん。めちゃめちゃコメント多かったです。ぜひ一匹のクジラさん行ってみてください。美味しいですよっていう声が多かったので、今回は伊豆にあります一匹のクジラさんに行きたいと思います。今日はちょっと風が強めです。なので風の音ががっつり入ってたらごめんなさい。でも天気はめちゃめちゃいい天気で、雲一つない青空です。私としては珍しいお天気です。そしてね、今回行く一匹のクジラさんの特色としては、年齢ごとのラーメンがあるのよ。その年代の人にこうおすすめというか食べてほしいというか、そういう感じのラーメンなんだよね。そのコンセプトが面白いなと思って。だから今までに食べたことないようなラーメンなんじゃないかなと私は思っている。お父さんの友達が行って美味しかったんだっけ？40歳ぐらいですね。あ、40歳ぐらいの。40歳ぐらいのイケメン。40歳ぐらいのイケメン？それは熱いやん。もう結婚してる？終わったわ。終わった。今まで伊豆のラーメン屋さんって紹介したことあったっけ？ないよね。伊豆は初かも。バイカーはね、伊豆に来ることが多いと思うから、そんなね、ツーリングの中、ラーメン屋に立ち寄っていただけたら嬉しいなと。ラーメンツーリング、おすすめです。まあちょっと暖かくなってきちゃったけどさ、寒い時期はラーメンツーリングめっちゃおすすめ。おー、いいね。春のツーリングもやっぱいいな。もう桜は散っちゃって、新緑の季節になってきているけれど、風以外は最高。まず今日お父さんが飛んでかないか心配だわ。いや、お腹空いてきた。時間が1時30分です。今日は日曜日なんだけど、日曜日はお昼の時間帯は14時30分まで、2時30分までやっているはずです。そしてね、一匹のクジラさんに DM をさせていただいて、撮影させてもらってもいいでしょうかっていう話をね、したんですよ。そしたらめちゃめちゃ丁寧にね、返信をいただけて、駐車場の位置だったりとか、取りやすいお席の位置だったりとかもいろいろ教えていただいて、本当に優しい人。私ね、人に恵まれてるなーって最近すごく感じるんですよ。もう行く前からもう楽しみで楽しみで。いや、伊豆はいいね。裏道だからさ、あんまり道も混んでないし。ただ伊豆縦貫道とかはね、土日めっちゃ混むので注意が必要です。こことかも温泉街のとこだよね。伊豆中岡温泉。おー、ここも旅館だ。なんかめちゃめちゃでかいし綺麗だね。はい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 。ここに出るわけだ。あそこ長岡駅ね。今時間が1時44分です。確か道から少し入ったとこにあるんだよね。でっかい駐車場があってさ。ここ、あったあったあった、あそこだ。一匹のクジラって書いてあるわ。ラーメン屋。すごい上手に止められるかも。過去一うまい。そうですよ。どこがこいちうまい。過去一。すでに斜めだし。いや。見せ方。店前が開いててよかったよ。はい、到着いたしました。今回訪れたのは伊豆の国市にあります一匹のクジラさん。定休日は水曜日。お店の前に駐車場の案内が書いてありますので間違えないように注意。駐車場はとっても広く数も多いので安心です。はい、目的地に到着いたしました。今日はこちらの一匹のクジラさんでラーメンを食べていきたいと思います。では行ってきます。一匹のクジラさんは大人のラーメンが人気のようなので、今回はお店の看板メニューである R30 ラーメンと R30 から派生した大人味の R シリーズである R25 ラーメンを選びました。 R シリーズは年齢指定のようなので、自分の年に近いラーメンを選ぶのも楽しい。私は今年30歳なので R30 がちょうどいいのかも。ちなみに父は55歳だけど気にせずに R25 を頼んでいました。あと餃子と豚まんまも頼みました。よく結ぶ。結んだ。ああ、そう。本気で食べようと思って。前髪邪魔だよ。前髪切っちゃったの。切っちゃったの。貯金って。これをそう、貯金だよ。はい、ついに来ました。こちらが R30 ラーメン。30歳以上の大人をイメージした一杯らしく、スープは鶏主体の動物系スープと魚介系スープのダブルスープ。ラーメンには珍しい春菊やみょうが、生姜などの薬味がふんだんに使われています。麺はこのスープのためにオーダーした中太麺だそうです。そしてこちらはもちもちの焼き餃子。このフォルムがめちゃくちゃ可愛い。それでは早速いただきます。お
次はお父さんが頼んだ R25 ラーメン。背脂がたっぷり入ってるのがわかるでしょうか。55歳のお父さん大丈夫って思ったんですけど、こんなに背脂が入ってるのにくどくなくてさっぱりしていたそうです。生姜が効いているのもさっぱり後味の秘訣かもしれません。そしてこちら、親子で大絶賛してしまった杏仁豆腐。宇宙一うまいという肩書きを半信半疑で食べてみたら、本当に宇宙一美味しかったです。びっくり。まるでプリンのような濃厚さ。杏仁豆腐が苦手な人にも食べてもらいたい一品だそうです。感想はさ、走りながら話す。店内には座敷席とテーブル席があり、壁向きの席もあるので一人ラーメンもしやすいと思います。店員さんも明るくて最高でした。ありがとうございました。はい、じゃあ行きます。はい、今回は一匹のクジラさんというねラーメン屋さんに行ってきました。すごい美味しかった。なんて言うんだろう、大人の味。ちょっと待って、富士山が何気なく見えているこのタイミングで縁起がいい。私はね R30 っていうラーメンを頼んだんだけど、みょうがとかさ春菊とかが乗ってるわけよ。ラーメンだとさあんまりそういうのって見かけないじゃない。で、私はね春菊がね苦手なんだけど、春菊だって気づかないぐらい美味しかった。食べられました。すごい癖がない春菊だったよね。どこかで食べたことあるような味がする葉っぱだなと思ってたんだけど、春菊で、春菊はなんかクタクタになるまでこうスープに沈めてから食べた方がいいらしい。みょうがと春菊っていうこの組み合わせがね大人の味を作り出せたんだろうな。で、お父さんはね55歳だけど R25 を食べたわけですよ。なんか25じゃダメみたいな。R50 がまあ55歳向けなのかなと。やっぱ一匹のクジラっていう名前だけあって塩にね強いこだわりを持ってるわけよ。いや今適当に言ったんだけど、こういう感じ。でも多分そうだと思ってる。でもすごいいい塩加減だった。めちゃめちゃ美味しかった。25より30の方が塩気が強いような気がするよね。あ、そうそう、30の方が塩気強かった気がする。個人的には30の方が好みで、お父さんの方は背脂が入ってたんだよね。背脂はね一切くどくなかったね。背脂たっぷり入ってたけど、なんか重くないというかさっぱりしてたよね。ただね、違うこれ。杏仁豆腐はね、やばい。あれ一番やばいね。激うまだったよ。あれ絶対食べてほしいわ。あれ目的で行ってもいいぐらい。杏仁豆腐のクオリティが高すぎるんよ。滑らかっていう言葉じゃ表せられないぐらい滑らか。滑らかって感じ。あれなんであんなに美味しいん？買って帰りたいもん。1個しか頼まなかったこと後悔してるからね。あれ何個いけた？トレーごとだよ。トレーごと。トレーごといけるの。トレーごと。書いてあったじゃん。宇宙一うまい。そう、宇宙一うまいからさ。宇宙一うまいって書いてあったらさ、本当かよと思うじゃん。あれはね、皆さんぜひぜひ食べてみてください。ラーメンだけじゃなくてデザートも楽しめるのいいよな。やっぱりさっぱりするし、ラーメン自体もさ重くないから、こういうツーリングに本当にぴったり。本当に最近いいお店ばっかり。みんながおすすめしてくれるところって間違いないな。バイクツーリングにおすすめ。しかも伊豆ってのが強くない？伊豆はさねライダーの聖地だからさ、みんなぜひツーリング来た際はね一匹のクジラさん行ってみてください。超おすすめです。杏仁豆腐は絶対忘れないもん。杏仁豆腐は必ずです。ぜひぜひ皆さんも行ってみてください。その他にもねおすすめのラーメン屋さんあったら教えてください。いい感じに富士山が見えてますので、ここでエンディングを撮っていきたいと思います。今日行ったのは一匹のクジラさん。皆さんにもねぜひ行っていただきたいラーメン屋さんでございます。今日私たちが頼んだ以外のね、メニューもたくさんありましたので、ぜひぜひいろんなメニュー試してみてください。そして杏仁豆腐は絶対に忘れないようにお願いします。すごく美味しいので絶対に食べてください。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。よかったらチャンネル登録とグッドボタンをお願いいたします。Twitter と Instagram もやっておりますので、動画概要欄からフォローをお願いいたします。それではせんちゃんでした。バイバーイ。